こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。今日は羽生内久邸、その中にある展示場で開催されています内久邸の盆栽教室生徒作品展をお届けします。20年近く続けている羽生の盆栽教室。当初はこの土地にこの内久邸を作って近隣の人たちに少しでもここの存在を知っていただき、盆栽を楽しむ人たちがあそこ面白いから行ってごらん、そんな声を欲しくてささやかな形で始まりました。教材を販売する目的ではなく、それぞれが持ち寄る自分の盆栽、苗木、草物、さまざまなものを、それをどのようにしたらより良くなるか、それを手入れや管理を含めて伝えるのがここの盆栽教室です。20年近く過ぎる中で長くやる人、新しく入ってくる若い方、いろいろな方がいますが、今年の春から年2回自分たちの作った盆栽を飾ってみよう、そんな企画を作りました。盆栽はどうしてもハサミを入れたり針金をかけたり植え替えたり、それを楽しむ方が趣味として多いですが、最終的にはそれを飾った時にどうなるか、こんなこともみんなに伝えたいと思って始まりました。生徒の皆さんも趣味という中でも新しい発見がたくさんあったようです。第2回目の展示がどんな内容かお楽しみになってください。内久邸の応接庭園にあるこの展示場、ここを開催の場所として開いている盆栽教室の生徒さんの作品で、今回は10いくつかの作品が飾られました。それぞれに小さな苗木から作ったもの、古い木をもう一度直しているもの、名木と言われるものの見方を変えているもの、趣味の方々がそれぞれにご自身が希望する盆栽の世界がここにあります。何が良いというのではなく、趣味という楽しみ方がいろいろな形で私たちが手を差し伸べる形でここへたどり着いたような気がします。いくつかの作品をご紹介しましょう。心拍の盆栽。古い水水とシャリ、空間を作り上げたこの木は、ここに至る以前の姿もあったものです。15年前、ご家族で訪れた方が気に入って手に入れた盆栽。そこから一般の愛好家としてのお付き合いがありましたが、ある時ご不幸にも大病をなされ、しばらく盆栽を楽しむ時間もありませんでした。そして人が命をもう一度輝かせるように、この盆栽も枝を外し姿を変え、次なる姿へとしてここへ飾られました。当時日本盆栽大観展で作品としての受賞をした姿と今、年を重ねて変わっていく人と盆栽は似たものがあります。今回はご自身が愛する草花を添えて、大徳寺の宝珠院ご住職による白雲自ら来たりて去りゆく、自然のあるがままを掛け軸に合わせて飾られたそうです。生徒の作品の中には、石飾りというよりも今一生懸命自分で作出に努めている途上の木の展示もあります。この心拍は樹齢100年を優に超える素材、その素材を削り出し、シャリを作り、そして自らが枝継ぎをして、それぞれの枝作り、樹幹作りをしている途中の状態です。80を超える、それでも元気に盆栽を楽しむ作者。ここからこの木が
角度を変え、樹幹の姿を変え、どこまでの内容になるか、それを深く楽しむのも教室の姿でもあります。この木を作出したコローは、もうすでに数回の国風展を自分で作り上げた作品で飾られています。早春の明けあらぬ春の中を咲く山椿、やぶ椿とは違って、この椿は暮れゆく年から新春にかけて咲き誇る寒椿、別の名をサザンカとも言われるものです。どうしても盆栽を作るということになると、粘り、枝順、幹の模様などが基本とする教室が多いですが、私は生徒さんたちによく伝える言葉として、自然のらしさを大切にしてください。それを伝えてきましたが、この木は太い幹に対して枝が必ず一度上に上がりながら降りてくる。雑木盆栽、花物盆栽はそのような姿が良い。それを忠実に作り上げてきた日として、今はまだ未完ではありますが、寒椿の盆栽としての基本を捉えた素晴らしい将来のあるものだと思います。盆栽教室の最年少の生徒さんとして活躍するこの方、もう私どもで来て5年の歳月が経ちます。大学生と来年はなる彼女は、次に行われる世界盆栽大会、マレーシア大会のアンバサダーを務めるまでになりました。まだまだ学生ということで、周りの皆さんに助けられながら盆栽を作っていますが、今回は中品のとても仕上がりの良い欅の盆栽を飾られました。すでに鉢合わせも済ませて、国風展中品部門にまで届くほどの内容見える木ですが、何よりも大切なのは日頃の管理です。細やかなきれいな葉姿、枝姿、まるでどこかの家の後ろに立つ大樹の欅、それを思わせる木の脇には、そのそば柄にあるひなびた家が一軒。飾りというのは掛け軸がなくても、ちょっとした添え物を置くだけでも、そこに広がる景色は様々に広がるものです。赤松の風を感じるような細身の文人風の木です。持ち込みの古い幹肌の美しいこの木は、生徒さんの手によって針金がかけられ、その時に古い老木の味を失わないようにという枝作りがされました。蕭々と松風を聞く、まさにそのような情緒が残る席は、冬に向かう空高い月、そして松の下には小さなお堂が一つ。完成された文人盆栽の展示の基本形がここに出来上がりました。生徒さんに伝えたのは、ここから難しいのはこの枝さばきを大きくせずに古くして作りすぎない。言葉で言えば簡単に聞こえますが、年々木と向き合いながら自然に仕上がっていくような世界観があります。それでは今日2日目を迎える生徒作品展で作者である生徒さんでお越しになった方をご紹介します。佐藤さんです。どうもお疲れ様です。どうもお疲れ様です。この先ほどご説明した寒椿、サザンカを飾られた方ですが、佐さんこれはもう何年ぐらい作られてるんですか？
ちょうど5年ですね。5年ですか。5年です。手に入れられた時はもう多分鉢も違っていたんですよね。鉢も違うし、ボサボサのじゃあご自分ですぐって培養してと。購入して、まず鉢屋さん行って、これに合う鉢はないかなと思って探しまして、バケツいっぱいの剪定をして、植え替えてしまいました。何も知らなかったから。ちょうど私はここの教室に、今からちょうど2年前の11月に入校しまして、今年で2年目なんですが、やっと去年あたりから、1年経ったあたりから基本が少しずつ分かりましたが、で作り込んだのがこれですね。何よりですね。飾られる時にも簡単な講演をやりましてね、お伝えしたんですが、鉢の形、木の姿も素晴らしいし、ただもう一回考えれば、今度はその緑の葉っぱのもので、できれば緑の鉢よりも本当は対比するようなアイボリーの白っぽい色とかルリーの方がさらに赤も映えるんじゃないですかと言いましたけど、どうですか？やっぱりこうご自身でお好きである程度の年になって始まって、やっぱ教室に通うと発見っていうのはございますか？特に今回この4月に初めて1回目、今回2回目でやっとですね、目から全部鱗が落ちまして、まず自分がこうじゃないかと思うんじゃなくて、この木をどうやったら一番いい状態に持っていけるか、また見せることができるか、飾ることができるか。わびチャンネルずっと見てたんですが、随所随所に似たようなことが出てましたので、そこへもう一回立ち返ってやっていければもっといいものができるかなと。特にこの流れから始まった本当の基本中の基本、そこから始まらないと鉢植そこには至らないで、そこからどの鉢にもどんな木にも流れがあってという一昨日の話を聞いた時に、そこから立ち返ってやりたいと。今回は本当に初心に帰れたいいきっかけになったと思います。いえいえ、私たちの伝え方にもあるんですが、教室の生徒さんは皆さんこう作ることを楽しまれますが、その作る前にちょっと一歩止まると、どんな木に作るべきなのかっていうことが先にまず知識として理解しないと、せっかく作った木が本当はこうじゃなかったっていうならないように、一番初めの一歩っていうのがとても大切だっていうことがね、理解してもらえればと思います。まだまだここから10年20年と続くでしょうから、いい作品を作っていただくように。そうしたいと本当に今回はそう思いました。心から思いました。いえいえ、ありがとうございます。ぜひお励みください。ありがとうございます。失礼します。秋の盆栽教室生徒作品展、この応接展示の展示場の中でご紹介させていただきました。秋雨の音がするこの中、木々はどんどん秋から葉落ちの冬姿へとなります。その中でも盆栽はそれぞれの顔を持って生き抜いています。ぜひご興味のある方は、毎週日曜日に自由参加となっている盆栽教室もご覧になりに来てください。さまざまな発見があると思います。わびチャンネルは内九亭の活動やさまざまなものをお伝えしています。ぜひチャンネル登録をしていろいろお楽しみください。本日もご視聴ありがとうございました。